So you can either do something about it now or live with it forever.こんばんは今日はマーベル映画に登場するウィンターソルジャーが使った銃に関する動画だよ。やっほーエボシ君。ウィンターソルジャーって、映画のアベンジャーズとかに登場するキャラだよね。そう。普段はバイオハザードのキャラが使う銃を題材に扱うけど、今回はアベンジャーズ。確かにマーベル映画でも、いろんな銃が登場するもんね。それをエアガンの話につなげるのも面白そうだね。映画を見てない人にもわかるように、キャラ解説もしていくよ。他にも、いろんな動画を出しているよ。チャンネル登録して、マイリストから見てね。ゲーム開始だ。ウィンターソルジャー、本名はバッキー・バーンズだよね。キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーから登場するキャラクターだよ。1作目ではキャプテンアメリカの相棒、2作目では敵キャラとして登場するんだっけ？時としてはヒーロー、そしてヴィランにもなった複雑な過去を持つキャラクターなんだ。本来はスティーブの親友で、良き理解者だけど、敵に洗脳されてヴィランになってしまったんだね。キャプテンアメリカ2作目や、シビルウォー以降で洗脳が解け、過去に苦悩しながら戦うヒーローとなったんだ。アメリカ政府の恩赦を受け、逃げても問題は解決しないと、ヒーローになる決心をするんだよね。今回は、そんな影のあるヒーローのウィンターソルジャーが、使った銃をエアガンベースで話していくよ。まず最初は M1941 ジョンソン小銃だよ。第二次世界大戦期に製造され、1作目で使ったライフルだね。洗脳される前の戦時中、バッキーがこれでスナイピングしていたね。クールで渋い銃だけど、日本のエアガンではどうやらないみたいだったよ。この動画が出てから数年後とかに販売されたら嬉しいね。クラシックな銃だけが参加できるサバゲーとかが開かれたら、こういう銃は人気だね。次は M1928A1。トンプソンサブマシンガンとして人気の銃だね。これはバイオハザード4でも使ったことあるね。僕もこの銃は大好きだよ。日本では、電動ガンなどで取り扱っているね。レプリカも売っているのでインテリアにもおすすめ。キャプテンアメリカに限らず、いろんな映画に登場してるので人気だよね。実は、ウィンターソルジャーを知らなくても、このエアガンを持ってる、なんて人もいる人気の銃だね。次は M1911A1。サブウェポンで使われていたね。コルトガバメントとも呼ばれている人気の銃だね。この銃はエアコッキングやガスブローバックなど、幅広い種類のエアガンが販売されているよ。日本ではエアガンパーツもたくさん販売されていて、いろんなタイプにカスタマイズされているね。古くから愛用されている銃。この銃からエアガンデビューするのもありだね。実は僕も、エアーコッキングタイプのこの銃を持っていて、愛用しているよ。次は M4A1 だよ。この銃はエアガンとしてもとても人気の高い銃だよ。ウィンターソルジャーが敵に洗脳されていた時に使っていたね。カスタムの幅も広い銃だね。劇中では、M203 グレネードランチャーがカスタムされていて奇襲を仕掛けていたね。18歳未満対象のタイプも販売されていて、幅広い層に対応しているエアガンだね。シューティングだけでなく、カスタムも楽しめる。これでウィンターソルジャー風にするのもありだね。次に紹介するのは、VZ61、通称スコーピオン。洗脳が解けた後も使ってたね。電動ガンからガスブローバックガンなど、いろんなエアガン会社が販売しているね。連射できるけど小型で、持ち運びもしやすい。僕もこの銃が大好きなんだ。ウィンターソルジャーは、背中に装備して使っていたね。サンダーボルツでも使われていたよ。僕もいつかエアガンのスコーピオンが欲しいよ。電動かガスタイプ、どちらにしようか迷うな。次はグロック19だよ。もしガスブローバックハンドガンで迷ったらこれがおすすめ。この銃も、映画やゲームに限らず大人気のエアガンだね。性能の高さ、運用、カスタムのしやすさ。どれをとっても安定しているハンドガンだね。実銃、エアガンともに大人気。これに関してもウィンターソルジャー関係なくおすすめだね。次はコアなところで、COP357 だよ。プラモやフィギュアなどで詳細を確認。もし、普通のエアガンで物足りなくなったら、この銃もいいかもね。情報は少ないけど、シルバーモデルを携帯。エアガンも相談数は4発。マルシンの場合、リアルカートリッジなので、
リボルバーのような感覚で楽しめるね。ウィンターソルジャーの装備では、珍しいシルバーカラーの銃なので、とても映えるね。僕もエアガンでシルバーカラーのものは持っていないので少し欲しくなってきたよ。次はシズザウ LP220。こちらも人気の高いハンドガンシリーズだね。グロック、シグ、M4、ウィンターソルジャーは、実用的な銃のエキスポだね。220モデルは、日本のエアガンとしては他のモデルと比べると少ないけど、これもかっこいいね。みんなはシグ派？グロック派？よかったらコメントで教えてね。ちなみに僕はグロック派。グロック26が大好き。いや、全部大好き。そしてシグザウ LP226。どうやらバッキーはシグ派の票数が多いね。洗脳が解けた後も、シグとスコーピオンはバッキーの手に馴染んでいるようだね。226は先ほどの220よりも購入しやすく、シグ派の方はこちらの方が身近なのかな？過去にシグ派の人と話したことがあるけど、扱いやすさではグロックよりも好みと言ってたよ。僕はグロックしか触ったことがないので、いつかシグのエアガンも撃ってみたいね。最後に紹介するのは M249 パラトルーパー。インフィニティウォーや、エンドゲームで使用。ウィンターソルジャーといえば M4 よりこちら、と思う方もいるんじゃないかな？シューティングで遊ぶなら、この銃をメイン、シグをサブウェポンにするのも良さそうだね。ウィンターソルジャー装備にこだわるなら、M4A1 もいいけど、こちらもおすすめだね。日本のエアガンでは M4A1 と比べるとマイナー。でもあえてそれが好きという人もいそうだね。以上、ウィンターソルジャーが使用した銃の、大体の概要だよ。どうだったかな？エアガン好きや、マーベル映画好きの方にヒットする銃はあったかな？すべてを紹介できていないけど、実用的なものを話題に挙げてみたよ。参考になったら嬉しいです。もしエアガン選びで迷ったなら、このように好きなキャラが使う銃を選ぶのもいいかもね。マーベル映画には他にも銃を扱うキャラは多いけど、みんなのお気に入りのキャラは誰かな？よければコメントしてね。好きなキャラの銃をエアガンで持つのも、一つの推し活の形だと思うよ。エアガンとマーベル映画、双方を知るきっかけになったなら嬉しいです。もしウィンターソルジャーに興味を持ったら、上記の3作品の映画をおすすめするよ。この他にもマーベル映画は面白い作品が多いので、気になるものがあれば見てみてね。このチャンネルでは、エアガンの他にも、いろんな種類の動画を出しているよ。チャンネル登録して、別の動画も見ていただけると嬉しいです。よろしく。それでは今回はここで終わり。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また見てね。How much for the gun? Not for sale. Okay, how much for the arm?